幸せになれる人となれない人の違いは何か。こんにちは。一生使える勉強法を書いているアッキーです。それでは今回は人生が成功する斉藤ひとりさんの思考法10選について解説していきます。人は生きていくために働く必要があります。嫌な仕事でも働かないと生活はできないです。しかし嫌なことをずっと我慢するのはやめてください。この動画では斉藤ひとりさんの人生が成功する思考法を10個解説します。嫌な仕事をなくして楽しく働けるようになってほしいです。その秘訣を今回伝えていきます。1個目、嫌なことからいかに好きを探すか。仕事は嫌いだけど生活していくために仕方なく働いている。そういう人は多いです。むしろこういった人の方が大半を占めています。理想は嫌な仕事はやめたい、好きなことをしたい、そう考える人が多いです。でも一度ここで考えてみてください。嫌な仕事でも好きな部分を探してください。どうすれば仕事を好きになれるのか、仕事をどう進めたら楽しくなるのか、それを考える努力をしてください。仕事が嫌だから辞められるのは、仕事をしなくても食べていける一部の人だけです。働かざる者食うべからず、そんな言葉があるように、普通の人は仕事をしないと生きていくことができないです。まずはどうにかして仕事を好きになる考えを持ちましょう。どんなに嫌な仕事でも探せば必ず好きになる部分があります。楽しい仕事も必ず見つかります。そして好きや楽しいを追求していくと、嫌な仕事でも楽になって仕事が面白くなります。仕事がどうしても嫌だって人は、まずは仕事を好きになる、そんな努力から始めてください。仕事が好きだとただ口に出すだけでも効果があります。それだけでも全然違います。まずはあなたなりにできる簡単なことから始めてみましょう。2個目、最強の言葉。僕はなんとかなる。自分はなんとかなる。そう信じ続けてください。それを信じて生きていれば、いつか必ずチャンスが訪れます。また周りに手助けをしてくれる人が現れます。今日からはどんなに辛いことがあってもきっとなんとかなる、そう思い続けましょう。なんとかなるっていうのはとてもすごい言葉です。先の心配をするのはやめて、今は自分自身を信じてください。3個目、願いがすぐに叶う人と叶わない人の違い。夢を叶えられる人と叶えられない人の違いは、起こった物事の全てに対して全てが自分にとって得だったと思えるかどうかです。受験に失敗した、失恋をした、営業成績が悪かった、こういった状況だったとしても、全て得るものがある有意義な経験と思うことで物事は好転します。逆に全てが損してばかりと思うと、物事は全て悪い方向に転がります。しかし得と思うことができれば何でもすぐに叶うのか、そういうわけではないです。すぐに叶う人と叶うまでに忍耐が必要な人がいます。叶うまでに忍耐が必要な人はなぜそうなるのか、それはあなたの心の中に間違った考え方があるからです。例えるなら、コップの中に泥水が溜まっている状態です。ここへ少しずつきれいな水を加えていくと時間はかかりますけど、徐々にコップの中の水はきれいになります。これと同じです。心の中に正しい考え方を持つことで徐々に願いが叶うようになります。ここで重要なのは、ポジティブに物事を考えるのか、ネガティブに物事を考えるかです。ポジティブな考え方でいれば、たとえ多少時間がかかったとしても、目標を達成した時にあっという間だったと思うことができます。一方、ネガティブな考え方でいると、願いはなかなか叶わない、達成したとしても長かったな、時間を無駄にした、そう思ってしまいます。そうならないためにも、今後の生活では天国言葉を使うように心がけてください。天国言葉とは斉藤ひとりさんの言葉です。例を挙げると、愛しています、ついている、嬉しい、楽しい、感謝しています、幸せ、ありがとうなどの言葉です。これらの言葉を使うことでポジティブな思考を持ち、ネガティブな感情や言葉を修正することができます。4個目、うまくいかないときはダメな考えを打ち消す。地球は行動の星です。
この世界で生きていくためには行動することです。行動することで自分が思っていたことが正しいのか間違いかが分かります。恋愛を例に挙げると、一生のうちで一度は必ずモテ期が来ます。ここで大切なのは、一度来たモテ期が過ぎるともうモテないと思う人は本当に一度しかモテ期が来ないです。それはなぜか、行動することを諦めているからです。ずっとモテ期だと思って常に行動する努力をしている限りモテ期は続きます。この例みたいに何かを変えようと本気で思うなら、まずは行動を変えましょう。そして行動を変えるためにはやはり思いが先です。物事をすぐに諦めてしまう傾向のある人は思考から変えていきましょう。誤った思考を正しい思考で打ち消しましょう。世の中うまくいかない、そう簡単に結果は出ない、こういった思考の人に行動しろと言っても難しいです。まずは世の中は必ずうまくいく、その考えを持ってください。きっとうまくいく、必ずなんとかなる、そう思うことで行動を起こすことができます。そして行動を起こせると習慣になって結果につながります。人生を変えたい、夢を叶えたい、そう本気で思うのであれば思いを変えるしかないです。思いを変えない限り人は行動できないです。否定的な考え方や間違った思いを持っている人は今すぐにそのマイナスの考えを消してください。行動を変えるにもまずはあなたの思いからです。思いが変われば行動が変わっていずれ結果が変わってきます。7個目、7割の力が最高。普段あなたが出す力は5割でいいです。ベストを尽くすよりもベターを目指しましょう。満点を取るよりも合格点を取ることです。ホームランよりも確実なヒットです。このくらいの思考が一番ちょうどいいです。人っていうのは力んだり無理をすると結果が出せないです。もっと楽にリラックスして仕事をしましょう。ただ勘違いしないでほしいことがあります。いい加減に仕事をしろってことではないです。いい加減で仕事をしましょうってことです。70点、つまり7割の力が出せれば最高です。7割で合格点だと思ってください。100点を目指すと心身ともに壊れてしまいます。というよりも100点の力はそもそも神の領域です。簡単に100点なんか出ないです。100点っていうのはここぞという時にしか出ないようにできています。ゆとりと余裕がある人の方が仕事でもいい結果が出せます。7割の力が最高。普段は5割でいい。そのくらいのゆとりや余裕を持ってリラックスして仕事をしてください。6個目、人の運はどう決まるのか。本当の強運の持ち主とは100回宝くじに落選しても自分は強運だと思える人です。では人の運はどう決まるのか。それは自分が何を思うかで決まります。強運の人ほど自分は絶対に強運と思い込んでいます。結局はどう思うかで運は決まります。抽選に3回落選したから運が悪いわけではないです。3回落選しても運がいいと捉えましょう。幸運に恵まれない人の多くは当たらない。結果が出ないから運が悪い。自分の思い通りにいかない。自分の思い通りにいかないと運がないと思ってしまいます。でもこの考え方はやめましょう。物事っていうのは思いによって全く異なります。普通であれば落ち込むような状況に置かれた時にどんな発想をするかです。事実は一つでも解釈の仕方は無限です。どう思うかが大切です。例えば両親が離婚した。だから自分は自立ができた。大学に入るまでに浪人をした。だから何事も早めに行動を始めること、勉強の大切さが理解できた。こんな感じに物事をどう捉えるかです。自分の思い通りにいかない時こそ運がいいと考えて、ネガティブではなくてポジティブに考えましょう。悪いことや嫌なことが起こった時の自分の考え方次第であなたの運は大きく変わります。ポジティブな思考で運気が上がっていけばおのずと結果も必ず良くなります。7個目、魂が喜ぶことをすると失敗がなくなる。あなたはこれからチャレンジしたいことがあります。自分は絶対に運がいい、そう自信を持って取り組むのか、自分は運が良くないからと不安な気持ちで取り組むのか。この考え方の違いで結果っていうのは変わります。
運がいいと思うのと運が悪いと思うのでは大きく結果が変わります。まずは自分の魂が喜ぶことをしましょう。そして物事をポジティブに考えることです。人は不安を抱いた状態で物事を考えると恐怖を抱きます。その結果、悪い成果しか出ないです。例を挙げれば戦争がそうです。どの争いもこのままではダメになる。そういった恐怖から始まります。恐怖から生み出されたものはさらなる恐怖を呼びます。もし失敗したとしても落ち込むのではなく喜びましょう。絶対にマイナスに捉えないでください。うまくいかないことがもし起こっても、それは改良の余地が生まれただけです。失敗ではないです。新たな気づきや成長の機会が与えられた成功の一歩手前だと考えてください。このままではダメだ。改善点がある。それが理解できた時点であなたは成功へと確実に近づいています。大切なのはどんなに悪い結果が出たとしてもいつもワクワクできるかどうかです。落ち込んだ時も落ち込みを経験したことで次は必ずいいことが起こる。そう考えてワクワクした感情を持ちましょう。普通の人は落ち込んでしまうと物事を悪い方向に考えます。例えばこういうふうに考えます。もうダメだ。このままだとうまくいかない。諦めよう。そういったネガティブに考えるのはもうやめましょう。失敗は自分が失敗したという事実をどうプラスに変換できるかが重要です。失敗だと考えてしまった瞬間に本当に失敗に変わってしまいます。失敗したおかげで自分に成長の機会が与えられた。そう考えられるようになることが大切です。8個目、人は好きなように生きればうまくいく。自立した大人になる上でとても大切なことは親の言いなりにならないことです。自分が納得できないことはいくら親の言ったことだとしても聞いてはいけないです。ただし勘違いしないでほしいのは親の言っていることが全て間違いってことではないです。納得ができないことややりたくないことをやる必要はないってことです。本当に自分が心からやりたいと思うことをやってください。そうすることですっきりと生きていけます。どんなに大切で大好きな人の言葉でも自分がやりたくないことはやらないようにしましょう。無理に言うことを聞かないことです。人は好きなように生きていれば全てうまくいきます。好きなように生きた人は必ず結果がついてきます。そのため親や大事な人の言いなりになるのだけはやめましょう。やりたいことをやる。本当に心からやりたくないことはやらない。そんな生き方をしてください。9個目、自分に素直になる。自分の人生の目的を一度考えてみてください。結婚して子供を育てる、安定した企業へ就職するなどいろいろと思いつくはずです。しかしそれは本当に自分の人生の目的ですか？知らないうちに刷り込まれた価値観や親や周りの人の影響で決めてしまった人生になっていませんか？本当に自分の人生を歩んでいるなら必ず毎日がワクワクして心から楽しく生きているはずです。毎日がワクワクしない、楽しくないなら自分の人生を歩んでいないってことです。生きるには当然お金が必要です。嫌な人間関係を耐えることも必要です。しかし人生はお金を稼ぐことが全てではないです。嫌なことを我慢し続けることが人生ではないです。もっと自分に素直になりましょう。勘違いしないでほしいのは素直イコール周囲の意見を全て受け入れることではないです。一番重要なことは自分の気持ちに素直になることです。例を挙げると世間一般では大学へ進学することを求められる傾向があります。就活でも大卒を求められることが多いです。しかし本当に自分が進学を望まないのであれば無理に大学に行く必要はないです。実際に大学へ進学せずに好きなことを追求して成功を収めている幸せな人っていうのはたくさんいます。もっと自分の感情を大切にしましょう。悔いのない人生を歩むために自分の気持ちに素直になりましょう。自分の本当の思いや感情に敏感になって素直に生きるようにしてください。10個目、小さな幸せを数えると大きな安心が手に入る。
斉藤ひとりさんの素晴らしい詩を紹介します。私はいつも小さな幸せを数えます。一つ数えると一つ花が咲きます。二つ数えると二つ花が咲きます。たちまち私の心は一面のお花畑に変わります。今あなたの目の前にある小さな幸せを見つけてください。今のあなたがたとえ苦しかったとしても、心の大掃除をして心のモヤモヤを吹き飛ばしてください。幸せになりたいなら今幸せになりましょう。こうなれば幸せ、お金持ちになれば幸せなどのように幸せの条件を探すといつまで経っても幸せに手は届かないです。それよりも今幸せになりましょう。5体満足で幸せ、食事が毎日できて幸せ、家があって幸せ、朝毎日目が覚めて幸せ、仕事があって幸せなど、今自分にある幸せをしっかりと数えてみましょう。小さなことだけで十分です。お金があれば幸せ、成功できれば幸せ、そんな幸せを追い求めるのはやめましょう。今ある些細な幸せを数えることで、誰だって今すぐに幸せになります。小さな幸せに気づける人ほどいつか大きな幸せをつかみ取ることができます。人生っていうのは能力でも才能でもなく考え方で決まります。嫌な仕事をずっと我慢しながらやるのではなく、今やっている仕事の好きなところを探してください。今回伝えた10個の考え方を1個ずつ身につけてください。とにかくネガティブではなく、どんなことが起きてもポジティブに考えてください。この動画がいいなと思った人はぜひいいねボタン、コメントをもらえると嬉しいです。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。